こんにちは、のすけです。前回の動画で沸騰冷却 PC にビッグラジエーターを搭載。マイナス 50kPa まで減圧することで、ポンプなし、ファンなしの、パーフェクトサイレンスでも CPU 温度を約80度まで冷却できました。と、思っていたのですが、負荷をかけたまま10分ぐらい放置すると、圧力がマイナス 20kPa まで上昇。CPU 温度も92度まで上昇してしまいました。つまり、240ml 3層ラジエーター、ファンなしで、吸熱と放熱が平行になる温度は、CPU 温度92度。とりあえず、ファンをつけた場合の性能を確認してみます。120ml のファンを3つ搭載。そういえば、ラジエーターと筐体の間は、15ml ぐらい空いています。本当は 120ml÷4 で 30ml ぐらい開けたいのですが、手持ちのネジがこれしかなかったので許してください。ということで、スイッチオン。4倍速。そういえば、配管内の圧力ですが、ファンを交換している間にノベックが冷やされて、マイナス 72kPa まで低下していました。ファンなしで負荷をかけている時の圧力がマイナス 20kPa、圧力上昇は約 50kPa だったということですね。ということで、CPU-Z で負荷をかけてみます。8倍速。温度上昇が小さい気がするぞ。約72度。サチュレートしたようだ。テスト結果を並べるとこうなります。マイナス 68kPa で72度。ファンなしに対して20度低下しました。ファンの効果は抜群だ。だがしかし、これでは普通の水冷でよくねとなってしまう。もっとラジエーターで放熱しなくては。で、前回の編集中に気づいたのが、ラジエーター半分しか使ってなくねの問題なのである。早速サーモグラフィーで温度を測ってみると、予想通り、ラジエーターの右側しか使っていない模様。注意事項。サーモグラフィーは光沢部分の温度は測れません。ラジエーター、黒の部分だけ見てね。ということで、ラジエーターの能力を解放するための改造をやっていきます。用意したのはこちら。三つ股です。CPU からの戻りの配管を3つに分けて、ラジエーターに戻す3段です。ノベックを回収。緊圧パイプはいらなくなるので削除。そこにコックを移設します。フィッティングをこんな感じで組み合わせて、アクリルパイプを必要な長さにカット。単面の角はヤスリしておきます。パイプを取り付けて完成です。漏れチェック。はい、漏れてました。色々と調べた結果、残念ながら水枕がおなくなり、フィッティングを取り外した時に割れてしまったようです。光造形の ABS ライク樹脂、人生がないので気をつけていたのですが、やってしまいました。幸いなことに、我は表面から 1mm 程度までなので、とりあえずヤスリの神様にお願いしてみることに。ヤスリ完了。とりあえず割れてた部分は除去できました。でもここから表面を磨いても、また割れちゃう可能性が。ということで、ノス家に転がっていたこちらを使います。ポリカの板 1mm、ABS よりは人生がありそうだ。こいつを適当な大きさに切って、片面をヤスリで足付け。水枕に普通のレジンを塗り塗りして、ポリカ板を貼り付け、気泡はできるだけ除去する方向で、紫外線を当てて硬化させます。1時間後がこちら。ちょっと気泡が入ってしまったが、大丈夫だ、問題ない。
ネジの下穴と同じ径まで慎重にヤスリして、タップでネジを切り直します。4隅をリューターで削って、側面をヤスリで整えれば、水枕の修復完了です。ネジを切るときにちょっと剥離してしまったようだが、不圧だからこれ以上剥がれないことを願う。オーリングをつけて水枕を組み立て、マザーボードに搭載します。配管を取り付けて、マイナス 50kPa で漏れチェック。10秒タイムラ大プスの丈夫だ、漏れはない。大丈夫だ、漏れはない。前回と同じように、ノベックを真空引きで注入します。とりあえず改造前のファンありと比較するために、マイナス 70kPa、ファンありで始めてみます。スイッチ、オン。ちなみに、改造前もそうでしたが、マイナス 70kPa だと負荷をかけなくてもノベックは沸騰します。さて、CPU-Z で負荷をかけてみます。ビッグラジエーター、その力を解放する時が来た。4倍速。72度を超えてしまった。まだ上昇中。75度。ビッグラジエーターの力はこんなものなのか？結果を並べるとこんな感じ。マイナス 70kPa からマイナス 58kPa に圧力が上昇して、CPU 温度が76度、圧力上昇も、CPU 温度も改造前に対して悪化しています。なぜこうなってしまったのか、サーモグラフィーで確認してみます。やっぱり片側しか使ってない？で、違う角度から見るとこうなっています。どういうこと？ラジエーターが詰まったのかと思い、何度かやり直してみると、こうなったりもします。今度は左側しか使ってないみたい。つまり、摩訶不思議な現象が起こっているわけです。ちなみにこの摩訶不思議、時間とともに進行するんよね。最初は両側に流れているのに、時間とともに偏ります。この時は右側。夜しか寝れないぐらい考えて、要因と対策方法が思いついたので、次回、続きで改造をしてみたいと思います。このシリーズ、うまくいかなくて長くなっていますが、もう少しお付き合いください。